朝か。入江さん、起床よ。はい。すごく早いのね。司さん、起きないと、そのまま永遠に眠らせるって。起きてる起きてる。よーし、作戦決行日だな。珍しく寝起きがいいじゃねえか。そりゃ 31AB で挑む特別な作戦だからな。いつもそれなりに特別だからな。準備 OK。 ヘリポートに向かおう。よー、ナナミン来たぜ。作戦行動の確認です。ハブキャンサーが春名山に出現しました。統制したキャンサー集団を率い、南東方面に進軍を開始しています。最も近い前橋ドーム接触までは約4時間を想定しています。31AB の任務はドーム接触までにハブキャンサーの討伐です。敵は大きく2つの集団にまとまっており、先行集団と後方待機集団です。ハブキャンサーは後方待機集団の中央で確認されています。春名山南斜面から時計回りに敵集団後輩を目指し、敵が少ない部分を突破してください。前橋ドーム近隣には 31C、31D、31E を配置し、地対防御を展開します。ハブキャンサーを撃破すれば、キャンサー集団の統制は失われ、撃破が可能でしょう。なお、作戦行動中は無線が普通となることが予想されています。司令部からの指示が得られない場合、判断は 31AB 部隊長に一任します。その AB っていうところ、よく済ました顔で言えるな。私ですらわけわかんねえのにすげえよ。ここから北西方向に登っていくぞ。山登りをするとは思わなかったわ。視界が悪い場所は奇襲される可能性がある。注意してくれ。ええ、気をつけるわ。いつもと違うメンバーなのでワクワクします。よろしくお願いします。アイテム発見。きっといいものよ。なんかあるで。利用してる。31AB ってなんだよ。意味はわからないけど、かっちょいいわ。敵です。一気に片付けるぞ。当たれ。どうだ。やめてもらえませんか。みんな冷静にな。そこだ。さすが。こいつは効くぜ。よしです。チャンス到来。そこだ。オツであります。ハブキャンサーはどこじゃ。そうです。あそこにアイテムがあるわね。役に立つのかしら。
またかなでちゃんと共闘することになるなんてね。よっと。タイミング、これでとどめじゃ。ナイスアシストゆりっぺ。ええ、私も驚いたわ。いつもと違うメンバーなのでワクワクします。アイテム発見、きっといいものよ。敵です。一気に片付けるぞ。私に任せな。さすが。こんなのはどうすんだ。すべて私の計算通りね。アブキャンサーはどこじゃ。私も戦うんですか？あたしらならやれるさ。これでいけるか。やるじゃん。やるじゃねえか。そう。慎重に行きましょう。ほらよ。セラフ部隊しか勝たん。アイテムが落ちてる。拾うしかねえよな。またかなでちゃんと共闘することになるなんてね。ええ、私も驚いたわ。カナディ大丈夫？疲れてない？大丈夫。山登りまで楽しめちゃうなんて。なんかあるで。利用したる。アブキャンサーはどこじゃ。慎重に行きましょう。ほらよ。くそ、一気に片付けるぞ。こいつを食らいやがれ。向いてないみたいだぞ。こいつでどうだ。続くのは勝機が見えや。よし、チャンスだ。ほらよ。た。オツであります。見えたぞ。あれがハブキャンサーだ。軽さが増したわね。ユリッペはユッキーと一緒に公営から、カナディは遊撃に回ってくれ。カレンちゃんのフォローよろしく。了解したわ。みゆきちは前衛で敵の攻撃を防御。でも真っ向からだときついから斜めから当たってそらすようにしてくれ。迷惑をかけないよう頑張ります。ユッキー、電撃よりはヒットアンダーウェイでいくぞ。状況報告もその前提でよろしく。了解。同士討ちが怖いからその方がいいだろう。
焦らず慎重に行くぞ。当たれ、そこよ。頑張りどころね。こいつでどうだい？やるな。そこよ。一気に畳みかけようぜ。当たれ。お遊びはここまでよ。諜報員を敵に回すとこうなるの。よし、完勝。いっし味気ないの。死ぬかと思った。死んでますけど。これで進行は止まるはずだ。ルカ、この後はどうする？まだ敵は潜んでるはずだ。周辺を一通り掃討しておこう。そっちはどんな感じ？もう敵の姿は見えないわね。山の遠くにならチラチラ見えるけど。こちらも同じね。ユッキー、他に何かある？いや、掃討も終わったし、司令部に報告して祈祷か、暫敵掃討でドーム防衛戦に参加するくらいか。よーし、司令部に通信しようか。あれ？どうした？無線が繋がらないんだ。妨害はなくなるはずなんだが、まだ何かが残ってるのか？もう一回試してみるよ。ルカ、双眼鏡を貸してくれ。引き続き司令部を呼び出しててくれ。ああ。こいつはまずい。もしかしたら。悪い知らせのようね。ああ、もう一体ハブキャンサーがいて、それがドームに向かってるかもしれない。ナナミン、茅森だ。状況はどうなってる？また切れちまった。どうする？総員、最大速度で敵集団を突っ切るぞ。中央の目標まで足を止めるなよ。ルカ、あえて聞くが、一歩間違って止まれば、あたしらも囲まれて終わりだぞ。みんなが防衛で頑張ってくれてる。あたしらはあたしらの役割を果たすんだ。分かったよ。了解。行くぞ。かなりヤバい状況だ。アイテムを見つけまみんなした。急ごう。拾っておきましょう。ドームの皆さんは大丈夫でしょうか？心配ですね。急いだ方が良さそうです。強敵です。やったりましょう。慎重に行きましょう。何もうまくいかないで。やめてもらえませんか？やめてもらえませんか？見せつけたる。ショックに様参ります。やるじゃん。好きにはさせへんで。この調子
いつは効くぜ。一気に行こうぜ。うちは救世主様やで。あそこにアイテムがあるわね。役に立つのかしら。かなりの量のキャンサーね。止まってられないわ。行くわよ。あそこにアイテムがあるわね。役に立つのかしら。ドームの皆さんは大丈夫でしょうか。心配ですね。急いだ方が良さそうです。行くぜ。あたしらもやれるさ。どうだ、余裕やな。このチャンス逃がさへん。一気に行こうぜ。やるじゃん。うちは救世主様やで。もうちょいや。一気に行くで。なんかあるで。利用したる。もうちょいや。一気に行くで。ええ、行きましょう。やってやりましょう。慎重に行きましょう。派手なの言ったらあとは頼んだぞ。どうだ。こんな攻撃はどう？はい、バーン。ざっとこんなもんだな。なんかあるで。利用したる。囲まれたらおしまいだぞ。ええ、突き進みましょう。ドームの皆さんは大丈夫でしょうか。ですね。やるしかなさそうね。こいつは効くぜ。想定通りに排除完了。かなりヤバい状況だ。みんな急ごう。ここまで来たからにはやるしかないわね。あそこにアイテムがあるわね。役に立つのかしら。お願い、間に合って。どけ！邪魔するな！ルカ、無茶しすぎだ！でもこうしなくちゃドーム住民に被害が出るだろう。あたしらはもう限界までリスクを負ってる。最善は尽くしてるんだ。これ以上突っ走ると囲まれて犠牲者が出るぞ。気持ち
はわかるがな。だいぶピンチみたいね。かなでちゃん、あなたのガードスキルってもう使えないのかしら？あれは死んだ世界だから使えてたと思うのだけど。試してみてもらえる？ガードスキル、オーバードライブ。不思議ね。使える。なら勝機あり。私の作戦に協力しなさい。どうするの？かなでちゃん、入江さん、今までのキャンサー戦じゃなくて、私たちがいつも戦ってたように全力で戦って。わかったわ。そういうことね。死後の世界のように？やってみます。茅森さん、私たちが先行して切り込むわ。少し待ってて。それこそ無茶だよ。行くわよ、かなでちゃん。ええ。特に立花奏で同じ人間とは思えねえぞ。しかも美学を感じる。死を恐れぬ戦い方じゃ。なんでそんなことができるの？怖いもん知らずか。入江さんはかなでちゃんの死角をカバーして斜め後ろよ。入江さんナイス。その調子よ。敵のおかわりが来るわよ。避けなさい。さっきからもう生きた心地がしてません。もちろん死んでるんですが。危ないわ。ガードスキル、ディストーション。おっと、ありがとう。何やねんそれ。力まで使い始めました。仕上げに押し込むわよ。かなでちゃん、入江さん、私の攻撃に合わせて突撃。待てユリッペ、7時方向から敵が迫ってる。危ない。そのまま前に突っ切って避けるわよ。ついてきなさい。わかりました。私たちも追うぞ。待て待て、このまま王と囲まれるぞ。正面の敵を最大速度で倒してユリッペたちと交流する。私たちなんで囲まれてるんですか？ちょっと強引すぎたみたいね。回避して抜けられそうにもないか。そうね。叩いて道を切り開いた方が早いわね。なら左手側の敵を倒せば目標までのルートが切り開けそうよ。かなでちゃんが先頭で突っ込んで、死角は私と入江さんがカバーするわ。わかったわ。ガードスキル、オーバードライブ。敵が迫ってきます。ガードスキル、ディストーション。これでいい？ええ、合わせるわ。入江さんも。これならなんとかなりそう。このまま進むわよ。いっぺん死んでみる？寝るのにやりすぎでしょうか？不思議な力が。必死にやります。私は天使なんかじゃないわ。
ね。これでもっと頑張れるはずです。かっこいい。いくわ。とてもいいと思うわ。こっちは一度死んできてるの。動き突いてやります。テレビを見てるもう何もよくな縁のかけらだね。前はすでに死んでいる。くだれないくらいなさい。すごいわ。みんなノリノリね。いくわ。倒れろ。運命が見える。行くわ。突いてやります。みんなノリノリね。行くわ。突いてやります。いい感じじゃない。くらいなさい。フラットミートのように乱れる。ま、あたしにかかればこんなもんよ。こんなところかしら。上出来よ、かなでちゃん。ゆりっぺ無事か。ついでに道も切り開いておいたわ。ルカ、これならトランスポートで一気にハブキャンサーまで突っ込める。わかった、みんな行くぞ。焦らず慎重に行くぞ。そこだ。その調子で頼むね。怒らせると怖いよ。チャンス到来。これでいいか。その調子だ。そう。一気に行こうぜ。ほらよ、お後にここまでよ。これでとどめだ。ゆりっぺ、カナディ、合わせてくれ。おりゃ。ナイス、一気に行く。任せて。おしまい。敵沈黙。周辺のキャンサーも行動を止めている。そのまま周辺相当に移れ。私は司令部に通信する。応答してください。現状報告をお願いします。こちら 31AB 茅森。もう一体のハブキャンサーを倒したところだ。無事でよかったです。キャンサー集団の統制は解除され、ドームへの進行は回避されました。本当？防御してたセラフ部隊も大丈夫なの？はい、全員無事と 31C から報告がありました。よかった。現状はドーム近隣のキャンサーを相当しつつ撤収準備に向かっています。 31AB ご祈祷してください。ヘリを手配しておきます。了解。通信終了。向こうのピンク色した場所は何でしょう？ん？花畑のように見えるけど、なんでこんなところに？もしかして行ってみましょう。
すげえな。日光が当たったりしていろんな条件が揃って群生してるみてえだ。いい場所じゃん。ちょっとここで休んでこうぜ。いいわね。入江さん、これって。はい。すべてコスモスです。まばらですけど、まるで記憶の中にあるあの頃の風景。入江さん、大丈夫？おっと、目覚めたようだな。はい。すみません。疲れが溜まってたみたいで。無理もないわ。体は大丈夫？平気です。ただ、夢を見ました。それで思い出せたんです。聞いてください、ユリッペさん。大事がなければ何よりだ。ちょうど祈祷の時間だぞ。とりあえずは帰りましょう。はい。さて、次の曲はカバーなんだけどさ、不思議なことにこの世界には存在しない曲なんだ。一体何が起きてんだろうな。私にもわからないけど、この曲がやれるのはあの3人のおかげなんだ。3人に拍手を。サンキュー。すっげーかっこいい曲だから、みんなも気に入ると思う。聞いてくれ！クローストング！練習しただけでしょ？完全に自分たちの曲にしていますね。入江さんにそこまで言わせるなんてね。話を聞いてもらってもいいでしょうか？ええ。かなでちゃんも一緒に聞いてもいい？はい。何の話？本来ならありえないような記憶。死んでから死後の世界に来るまでの狭間の記憶です。そんな記憶なんて存在するの？それが本当ならすごいわ。ものすごく貴重ね。
もちろん聞かせて。それは本当に長い長い夢だった。みんなが見下ろしていた。生徒会のみんなだ。副会長のしんのすけくん、初期のまゆちゃん、なべくん、それに小学生の頃から幼馴染の会計のかな。4人とも制服姿で、その後ろに立つ大人の人たちは真っ黒なスーツ姿で、喪服なのかな。だとしたら、私は棺の中なのかな。みんながすすり泣いてる。ごめんね、みんな。私が怖がりなせいでこんなことに巻き込んじゃって。私がもっとしっかりしてたら。弱くてごめんね。場所が変わっていた。青空が見える。なのにみんなは同じ格好で暗い顔のままでいた。私が突き落としちゃったの。ごめんね、みゆき。違うよ、かな。突き落とされてなんかいない。私が慌てて勝手に落ちたんだよ。中田さんは突き落としてはいないよ。私たちが脅かしてなかったら入江さんもホームに落ちなかったはず。強く押しすぎたの。それは何度も目撃情報があるってば。驚いたように飛び出したって。それでもせめて同時に声をかけていればよかった。それだけで起こらなかった、この事故は。違う。学祭の催しのただの一つだったのに、やりすぎちゃったんだ。やっぱりそうだったんだ。生徒数減少に歯止めをかけるために学祭を盛り上げてくれと先生に葉っぱをかけられて、それで調子に乗って。そうだ、学校のせいだ。それまでずっと黙り込んでいたしんのすけくんが激高した。我々に落ち度などない。ただ運が悪かった。我々はそれに巻き込まれた。それだけのことだ。そんな言い方ないだろ。なべくんがしんのすけくんに殴りかかった。けどしんのすけくんはそれを冷静にいなした。なべくんが視界から消えた。倒れたのだろう。いいか、僕たちは受験生なんだぞ。こんなことで動揺して受験に失敗でもして人生を棒に振るようなことがあれば、その方が入江が心配するとは思わないのか。こんなこと扱いかよ。そんなことをよく抜け抜けと言えるわね。これから先もずっと後悔して生きるのかよ。そうよ、それが私たちにできる罪の償い方よ。僕はごめんだ。罪は僕らに葉っぱをかけた学校にある。なんでそんなことが嫌なんだよ。生徒会長の墓を前にしてさ。ごめんなさい。私が
あんなにみんな仲が良かったのに。みんなを私一人のせいでめちゃくちゃにしちゃった。お前たちが罪を背負うなら好きにすればいいさ。僕は背負わない。ひどい。卑怯者め。ごめんなさい。次の風景には幼なじみのカナだけの姿があった。新しい花に変えるね。みゆきの好きなコスモスの花。もうすぐ夏が来るよ。結局行けなかったね。みゆきと海、プールのまんまだったね。そうか。そうだね。小さい頃から二人とも泳ぐのが苦手で、プールでも浮き輪なしには泳げなくて、高校生になったら毎年今年こそは泳げるようになって海に行こうって話してたんだ。ごめんね、約束守れなくて。私ずっと行かないから。海行かないから。行きなよ。私がみゆきを死なせちゃったんだもん。行けるわけないよ。違うってば。全部私のせいなんだってば。でも嫌だな。みゆきはいつまでも高校生のままで一人置いてけぼりにして成長していくの。そんなことないよ。安心して進んでよ。そう伝えたいけど声は出ない。どんどんと離れていくんだよ。記憶の中のみゆきも一緒に成長していけばいいのに、彼氏できたらどうしたらいいかわかんないよ。自慢したくてもできなくなっちゃった。負けない自信あったのに。自慢しに来てよ。できたらぜひ紹介してね。次の風景には初期のまゆちゃん一人の姿。あれ、花新しい。中田さんかな。コスモスが好きだったのかな。違う花買ってきちゃったよ。結局私たち入江さんのこと何も分かってなかったんだ。ごめんね。私たちだけ無理に下の名前で呼ばせて、こっちは入江さんのまんま。遅すぎるけどみゆきちゃんって呼ぶね。怒らないでね。嬉しい。私と鍋と中田さんは生徒会一緒に辞めちゃった。でもそれはあなたのせいじゃないの。しんのすけが生徒会長として立ち回り始めた言動のせいだから。あいつずっとその座を狙ってたんじゃないかとばかりにいろんなことに手を出し始めて、私と鍋と言い合いの毎日になっちゃって、もうこりごりって感じ。しんのすけが生徒会長として残って、あとは2年に引き継いだわ。結局それは私が死んじゃったせいなんじゃないかな。あな
のことを考える時間も欲しかったし、でもいなくなっちゃってからそんな風に思うなんて虫が良すぎるかな。気にしないで。あんなに一緒にいたのにね。なんでこんなことになっちゃったんだろう。泣かないで。あのさ、かなちゃんがやばい。かなちゃんがなんか良くない男と付き合い始めてる。どう見てもあいつやばいよ。追われてきてる。どういうこと？お前のせいじゃないってそう言い聞かせてるんだけどさ、全然言うこと聞かなくて、まっすぐに家に連れて返すのも大変でさ。ぶっちゃけさ、かなちゃんってお前が心配で生徒会に入ったようなもんじゃん。俺たちそんなに仲良かったわけじゃないからさ。そうやって面倒見るのも俺疲れてきてさ、どうしてこんな風になっちまったのかな。それはきっと私のせいだよ。そう答えたいのに答えられなくて、沈黙だけが訪れた。みゆき、私は元気だよ。なんか、かな、おかしいよ。まだ紹介するのは早いかな。付き合ってるとは言えないもんね。って言った時点でバレバレか。そう、彼氏候補が現れたのだ。今度見せびらかしに来るね。じゃあ。行かないで、待ってよ。その話、ちゃんと聞かせてよ。ねえ、鍋が事件を起こした。傷害事件。なんかさ、ここんとこあいつやたらとキレやすくなっててさ、そりゃ元生徒会メンバーって理由だけでひどいこと言う奴らはこれまでだってたくさんいた。ずっと我慢できてたのに限界が来たのかな。クラスメートのやつにキレてさ、頭掴んで窓ガラスに叩きつけてさ、相手の顔すげえキレてさ、何針も縫うことになって警察沙汰になっちゃった。相手は男の子だったけどさ、顔の傷は一生残るかもしれない。あいつこのまま学校にいられるのかな。ねえ、みゆきちゃん、どうしたらいいかな。わからない。私に何かできるかな。わからない。でも、まゆちゃんは自分のために生きてほしい。疲れたよ。そんなこと言わないで。
生きて。まゆも学校に来なくなった。家にも帰ってないらしい。どこほっつき歩いてんだか。嘘。俺も学校行ってない。実質停学中。かなちゃんも最近見てねえな。どっか連れ回されてんのかな。嘘。結局さ、お前の呪いなのな。違う。かなちゃんが変な男に連れ回されてるのも、まゆが学校来なくなったのも、俺が停学食らうのも、全部お前からの復讐なんだな。悪かったよ。もう許してくれよ。みんな進学できねえよ。こんな内申書じゃ就職すら厳しい。みんなニートになっちまうよ。それがお前の願いか。そうなれば復讐を果たせるのか。そこから先もついて回るのか。妻で付きまとうんだよ。もうさ、許してくれよ。返してくれよ。俺たちの未来をさ。それを奪い去ってケラッケラ墓ん中で一人笑ってんのかよ。私は一人墓の中で泣き続けた。闇、夜。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。まゆちゃん、今度は何があったの？これ以上お家にお金ないんです。裏切ってすみません、入江様。忘れようとしてごめんなさい。許してください。ごめんなさい、ごめんなさい。私、神様なんかじゃないよ。雨がずっと降り続けてる。どうしたの？なんで私一人置いていっちゃったの？そうだ、私もそっちに行く。そっちで一緒に暮らそう。ダメ、そんなのダメ。そっちに行けるから、すぐ行くからね。待ってて。何しようとしてるの？これでカナの体が地面に叩きつけられる音がして、視界からその姿が消えた。カナ、何が起きたの？ズルズルと引きずるような音がする。カナ、どうしたの？
音が遠ざかっていく。後には雨音だけが残った。あいつめ、ここにもいないか。憤る鍋くんの姿。次あったら仕留めてやる。何？仕留めるって。あの手が持つ何かが怒りで震えていた。それはすごく鋭利で、何でも切り裂けそうで。まさかそれでそんなもので人を傷つけたりしたらダメだよ、鍋くん。パトカーのサイレン。くそー。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんで私一人浮いていっちゃったの？ああ。私ごめんなさい。何もできない。みゆき！誰かああ。怒号が響き渡った。それはずっと見なかったしんのすけくんのものだった。どいつもこいつもいもしねえ入江のせいにしやがって。鍋、どうした僕を倒せなかったじゃないか。今日者が一方的な暴力を働く相手に今日もクソもあるかよ。しんのすけくんが地面に向けて右左と交互に拳を振り下ろしていた。ぐしゃっと嫌な音がして血しぶきが上がった。その下に鍋くんがいるの。マイ、ここに金がある。なんで？活動の一環で集めたものだ。それでも大金だ。足りるだろ。それでおかしなセミナーとは縁を切る。どうして？お前のためじゃない。雨。死ぬなんて絶対許さない。お前が生きて何か成し遂げることこそ入江の願いだろう。どうしてあなたなんかにわかるのよ。私が一番親しかったのよ。あの子は早く私に来てほしいって願ってる。違う、生きてほしいと願っている。そうかな。私はそう願ってるよ。生きて。なんで血も涙もないようなあなたにわかるのよ。そりゃずっと見てたからさ。
私とカナの声が重なった。中学に入学した日から見てた。5年以上もだ。最初は一目惚れだったさ。ガリ勉で揶揄され続けるくらい進学のことにしか興味のなかった僕の初めての恋だった。綺麗事で丸め込もうとしてる。嘘なものか。祭の催しの後、渡そうとしていた手紙があった。家への一応したためた手紙だ。それは今も枯れ切ったコスモスの花束と一緒に僕の勉強机に置いてある。そんな、全然気づかなかった。悪かったな。テストでいい点を取ることしか興味のなさそうな不器用なやつでさ。そんな人の恋がこんな形で終わった。そうだ、終わったことなんだ。全ては終わったことなんだ。なぜ先に進もうとしない。なぜいつまでも入江にすがる。入江に苦しみをぶつける。そんなんじゃいつまでも入江がゆっくり休めないじゃないか。お前は入江の一番の友達だったんだろ。いつまでもここにつなぎ止めるような真似はよせ。それだったらあなたが一番悲しくて辛かったはず。そうかもしれない。みんな我を失うように逃げ出したのに、あなた一人だけ生徒会に残って、何があなたを支えてきたの？しんのすけくんは3人ともに同じことを言ったのだ。もう一度第22期尾張西高の生徒会を集める。入江の大好きだったコスモス咲く場所に。次の風景は本当に天国のようだった。コスモス畑に囲まれて、そしてカナもまゆちゃんもなべくんもしんのすけくんも一緒にそれを見ていて、みんなが澄み切った表情をしていた。しんのすけ、あんたすごいよ。新しい生徒会でこんなことを実現してしまうなんて。空き缶集めや草刈り、河川でのゴミ集め、フリーマーケットの開催、果てはスポンサーを集めて地元紹介冊子の発行に FM ラジオの地域放送まで開設。学校にはマスメディアからの取材も来てて、あれから1年という月日が流れて、尾張西高の活動は全国の学生、教育者の注目を集めるまでになった。あなた一人学校に残り続けて、何百万もお金集めて、私も救ってくれて、みんなも救ってくれて、この場所をこんな素敵な場所にしてくれて、しんのすけだけが入江さん、みゆきちゃんとみんなのことを考えていたんだ。私たちは逃げ出して勝手に落ちて、みゆきちゃんのせいにしてばかりだったのに、泣
中田さんから聞いたけど、しんのすけ、あんたが一番辛かったはずなのに、すごいよ、しんのすけ。だからだよ。入江とこのメンツの生徒会が誰よりも一番好きだったから頑張れた。ただそれだけのことだよ。でもさすがに疲れたな。やろうとしたこと全部やりきっちまった。もうやりたいこともなくなったし、これからどうしたものやら。それはみんなで探そう。鍋。そうだね。ここまでしんのすけにやられたら、今度は私たちが頑張らなくちゃね。この場所を守り続けるとともに、私たちも歩き出そう。ならよかったよ。お前らが次のやるべきことを見つけてくれるんならさ。僕はこの瞬間を叶えるためだけにあの日から生きてきたからさ。しばらく灰みたいに真っ白になるかもしれないけど、よろしく頼むよ。ああ、うん、と合わさる声。ありがとう、しんのすけくん。みんなを助けてくれて、こんな場所にしてくれて。この場所がいつまでもみんなの場所であり続けますように。さようなら、みんな。本当にそんなことがあったかなんてのはわかりません。勝手に私の脳が捏造しただけかもしれません。でも、あまりにリアルで晴れやかな顔をしているみんなにも会えて、そんな夢を見られただけでも十分です。そう。だったら、感想を言うのも無粋ね。いい話を聞かせてくれてありがとう。私たちも、ショッピングを楽しんだり、お茶したり、ゲームセンターで遊んだり、死後の世界では味わえなかったことをたくさんして過ごせた。束の間だったけど、いろんなことを教えられたかな。ええ、十分一緒に遊べたかな。ええ、だったらよかった。私も。夢の最後は二人には話さなかった。それはきっと言わない方がいいと思ったから。コスモス畑はずっと変わらず綺麗で、でもその中で変わっていくものがある。人だ。みんな大人になっていく。いつかカナは言った。みゆきはいつまでも高校生のままで、一人置いてけぼりにして成長していくの。と、その通りになった。みんな社会に出た。そして一人ずつ結婚していった。まずまゆちゃんが。続いてカナが。
するってどんな気持ちなんだろう。この人と一緒に生きていこうと決める気持ちが未だに私はわからない。ここにいる私にはきっと永遠にわからない。でもしんのすけくんだけは一人で居続けた。他のみんなは結婚してきっと幸せな家庭で幸せに過ごす時間の中、しんのすけくんだけは違った。私があの日死んでからどれだけの時間が流れたのだろう。それは途方もない年月だったに違いない。気づいたとき、そこに立っているのが誰なのかわからなかったから。なあ、入江。そう呼ぶのはしんのすけくんしかいなかった。でももうくんづけで呼ぶのもはばかられるほど私たちの年齢は離れすぎていた。この年になってなんだが、そろそろ吹っ切ろうと思う。お前のこと。一緒に暮らしている人がいる。もう10年が経つ。いろんな世話もしてくれる。仕事では最高のパートナーだ。周りからはどうして身を固めないのかと問われ続けた。そりゃ、いいえ、まだ俺が好きだから。あれから30年が経つんだ。その気持ちは変わらない。そんな恋なんて現実に存在しうるのだろうか。私としんのすけくんは付き合ってもなければ仲が良かったわけでもなかった。二人が一緒に過ごした時間は2、3ヶ月ぐらいなものだ。なのに30年の時を経てまだなお一人の人を好きでい続けるなんて、そんなのは夢物語だ。ファンタジーだ。人が人を好きになる理由は未だによくわからない。ただ俺が初めて好きになったのはリリー、お前で。ずっと好きだったのはリリエで、今もリリエで。生きている俺たちは停滞し続けられない。進まなきゃならないんだ、人は。だから俺はお前を忘れることにする。結婚して家庭を持ち、前だけを見て未来に向かって生きる。それが人が生まれてきた意味だ。だからもし
生だ。俺も進むから。ここから振り返ったらその一歩を踏み出してみせるから。じゃあな。さようなら、ミリエ。しんのすけくんが背中を向け、去っていく。その背中が小さくなっていく。後には風に吹かれるコスモスだけが残った。しんのすけくんも去った。未来に向けて、私も進もう。時間の止まった世界から迷いはない。心は満たされている。大丈夫。できる。私、入江みゆきは、次の生へ踏み出す。裾が濡れたなら乾くの待てばいい